やっほー、ケイです。今日はですね、Q&A 動画を撮っていきたいと思います。でですね、私どうしてもカメラの前だとちょっとかしこまってしまうというか緊張してしまう、そんなところがあるんですね。なので今日は初めて皆さんの前で私の大好きなお酒のね、力を借りて、ちょっとお酒の力を借りて、普段通り友達と話しているかのように、いろいろさらけ出していけたらなと思います。7月のね、11日に誕生日ワンマンライブを東京の調布でやったんだけど、でその時にドラムでサポートしてくれた神林くんからこのチタのウイスキーを誕生日プレゼントにって言ってもらったんですよ。そう、私ハイボールがすごい好きでチビチビ飲んでたんですけど、ついにねこのくらいまで来たので、これちょっと多分今日は終わらせられないとは思うけども、来てくれた皆さんと、あといつもね応援してくれてる皆さんにありがとうございますという気持ちも込めてハイボールを飲んでいきたいと思います。ダダーン。こうかな、これこうかな。これトリスのハイボールを買った時についてきた可愛いグラス、すごいお気に入りなんですけど、いやめっちゃ寒くなってきましたね。急に今年秋なかったんじゃないかって思うぐらい急に寒くて、どんくらい入れるかばいいかね、いつもわかんないんですよね。多いよね。寒くなったらハイボール、暑くてもハイボール。いただきまーす。薄いな。まあこんなもんで、酔っ払っても困るんでね。はい。でね、質問をインスタのストーリーで募集しました。たくさん質問いただいてありがとうございます。Thank you for those who gave me questions to my Instagram stories. もうね、このチャンネル開設してから11月の26日で3年が経つんですけど、実は Q&A はまだ1本しか動画出したことがなくって、結構ね、ライブとか来てくれる人はケイちゃんどんな人なのかっていうのがわかると思うんですけど、YouTube だけ見てくれている方とかはどんなやつなのかっていうのをちょっと未だにつかめてないと思うので、ポンポン今日は答えていきたいと思います。How do you keep yourself motivated at hard times? Don't try to motivate yourself. Wait till you feel motivated. 充実した毎日を過ごすためには、好きなことを何かしらする。自分がやりたいこととか好きなことをできてないと、多分いくら忙しくしてても充実してるなって思えないと思うんですよね。なので何かしら好きなことをする。ケイちゃんの歌のレッスン受けたいです。そういう先生的なことはされるんですか？したことないですね。一番最初に習ったメソッドとか声の使い方とかって一生と言っても過言ではないくらい左右されるんですよね。それ以降の自分の歌い方とかが。で、それで最初やり始めると、後で直したいって思った時にすごく矯正するのが難しいんですよ。だからボイストレーナーの方とか訓練っていうかね、ちゃんと知識を身につけて資格とかそれなりに持ってる人ではないので、そこの責任はちょっとまだ持てないかなと思って。What alarm sound do you use? これあんまり起きれなさそうだよね。でもね、意外と目は覚めるんですよ。ただね、確実に二度寝しますね。日本沈没がもし本当に起こったら、ケイちゃんだったらどうする？1、海外へ逃げる。2、日本にとどまる。1、海外へ逃げる。Any tips on how to not be afraid trying to achieve your dream? Imagine yourself at the very last moment of your life, looking back on the things you didn't do although you had the chance to. And I think that that's what you should most be afraid of. 自分を好きになりたいんですが、いつも周りと比較しては劣等感に苛まれます。どうしたらいいですか？めちゃめちゃわかります。本当にちっちゃいことでもいいから、自分しか知らないとか自分にしかできない何かを本当一つからでいいからやってみる。お花を一個大事に育てるでもいいし、花じゃなくてもいい、何でもいいよ。種を植えてそれを一から育ててみる。その花とか育ててるものの存在を自分しか知らなくて、自分が毎朝水をあげたから花が
とか目が芽吹いたとか、ほんとそんな小さなことからでいいから、自分がやったから何かが起きたっていう、そういう事例をまず1個から始めて、どんどんその規模を大きくしていけば、おのずと少しずつ自信を持てるようになるんじゃないかなと思います。夜中にお腹空いた時、夜食は何食べてますか？私全然夜中の2時とかにポテチとか食べます。If you could only eat one thing for the rest of your life, what would it be? This is such a difficult question. That would probably be hamburgers. I don't know. Hamburgers kana. Yeah, because it contains meat and lettuce and tomatoes, right? Is there a chance you will come to Philippines? I really want to watch you live. Yeah, recently I had a chance to meet this guy who is really, really, really famous in Philippines. He's a Japanese guy, but he is super famous, superstar in Philippines. So maybe I'll ask him if he could arrange like a live performance for me in Philippines. 好きなフランスやヨーロッパのアーティストはいますか？ Churches. Have you ever been to Canada?Yes, I have. And personally, I loved Prince Edward Island the best. 喋ってると飲むの忘れちゃう。セーブできていいですね。1年後の目標、10年後の目標を教えてください。これは多分ずっと前から変わってないんですけど、とにかく仕事として歌い続けることっていうのは本当に難しいことなんですね。なので、1年後も10年後も今の自分の目標としては歌い続けられていることっていうのが第一の目標ですね。で、その中でもライブをする会場が少しずつでも大きくなっていったらいいなっていう、夢っていうか目標はあります。けいちゃん一押しのホラー映画を教えてください。ホラー映画はめちゃめちゃ苦手なんですけど、唯一ね、なぜか見れたのがアナベルと資料館。人の心を動かすのに一番大切なことは何だと思いますか？自分の心が動いていること。自分が嬉しいとか悲しいとか傷ついたり怒ったりっていう感情をちゃんと受け止めることだと思います。他人から指摘されて気づいた癖は何かありますか？私は前髪を直すですね。私ね、めちゃめちゃ中学の時からニキビがすごかったんですよ。顔におでこと眉間とこめかみかなのニキビが本当にすごくて、しかも赤い大きい本当に醜いニキビっていう感じだったのね。ですごく油肌で、その頃はメイクとかも知らなくって、ファンデーションとかもしてなかったし、隠すっていう術も知らなくって、今をね見るとニキビって言ってもあれでしょ、そんな大したことなかったでしょって思うと思うんだけど、本当に悩むぐらいのすごくひどいニキビだったんですよ。ボコボコでね、引っかいちゃって、こことかね、今もニキビ跡、これとかそうなんだけどクレーターになってたりこっちもしてて、でおでこが一番すごかったのね。なのでいつも前髪でおでこを隠して外歩く時は下向いて歩いてたの。だから風が吹いて前髪がこうふーってなるのがすごく嫌だったから、いつもこうやって前髪を押さえてたし、なんかちょっとでも前髪がずれるとポッケから櫛を出して前髪をこうやって直すっていう、そのぐらい本当にコンプレックスで、なのでその時の癖が今でも残ってて、前髪をなんかね無意識に直してしまいますね。お肌に気を使うようになったのはいつからですか？26とか27とかですかね。朝方まで起きてたりすると次の日の肌の調子が悪いっていうのがさすがに感じるようになってきて、まずいぞと思って拭き取り化粧水、美容液、乳液の順番でやるようになりました。その頃から。ニキビ肌の方で悩んでる女の子とかね、男の子も結構たくさんいると思うんですよね。大学生とか高校生とか。本当に冗談抜きでもう顔中、さっきも言ったんだけどすごかったんですよ。見た人が気を使うぐらいのニキビのすごさだったから、気を使われてるのもすごい嫌だったし、こうしたらいいよとか言ってくれるんだけど、いやそれで治ってたらもうとっくにやってるわっていうね風にすごい思っちゃったりとか、なんかそういう風にニキビ肌でいることでひねくれていく自分っていうのもすごく嫌で、皮膚科行ったりとかニキビ肌にいいとされるスキンケアとか試したりしたけど全然ダメで、もう結局最後はね諦めてそのまま過ごすっていうことしかできなかったんだけど、大人になれば治るよっていう、思春期のものだからっていう風に言われてたけども、
到底そんな自分の肌が治るなんて信じられなくて、だけどほんと大学に入ったぐらいから急に良くなって割とできなくなったんだよね。特に何を変えたとかじゃなくて、そういう年頃だったホルモンバランスとかだったのかなと思うんですよ。やっぱどうしてもスキンケアで治そうとするっていうのは難しいんだなと思うから、皮膚科とかお医者さんにまずは相談してみるのがいいのかなって思います。けいちゃんのベスコス、みんな興味あるかわかんないけど、そうね、なくなったら買い足すみたいな感じで、最近トレンドのコスメとかを随時チェックして買うような感じではないんですね。なのでもうこれとか多分去年の冬に買ったやつなんだけど、リンメルのね、もう裏のあれが今読もうと思ったら消えてるぐらい昔から使ってるんだけど、最近って言ってもこれもちょっと前だっけど、ロム&マホガニーガーデン、下地系はずっとラロッシュポゼを使ってて、ちょっと前までラロッシュポゼのトーンアップ下地を使ってたんですよ。ちょっと白くなりすぎちゃうんだよね。どうしようかなと思ってたところで、この BB クリームを見つけたんですよ。でこれ化粧下地だし日焼け止め乳液で SPF50。 最近は肌の調子がいい時は BB クリームにパウダーだけなんだけど、このイニスフリーのねミネラルパウダー、すごい白くなっちゃうけどめっちゃサラサラしていいので、これは私は皮脂が出やすいおでこは前髪で隠れるから、この白くなっても大丈夫なので、おでことあとこめかみはイニスフリー、それ以外眉間から下とあと首はパッケージ買いしたんだけど、キャットキンって読むんだよね。フロストルースパウダーエアリーっていうのを最近使ってます。慶應義塾大学に決めた理由を教えてほしいです。私は小学校3年から6年までアメリカに住んでいて、帰国枠っていうので中学受験をしたんですね。でいくつか受けたんですけど、その中の一つが慶應義塾大学附属湘南藤沢校っていう SFC って呼ばれるを受けて、そこをね奇跡的に受かったんだけども、すっごい田舎なんですね。ほんと周りに田んぼとイトーヨーカドーしかないみたいなそんなところなんですけど、なんかその緑に囲まれた環境がすごく良かったのと、英語教育にすごく長けてたっていうのと、すごく自由な感じがしたので、慶応を選んだっていうかその環境を選んだという感じです。先日初めて彼女ができたのですが、彼氏にどんなことされたら嬉しいと思いますか？おめでとうございます。連絡をくれるだけで嬉しいです。結婚願望はあります。大学生のうちにやっておくべきこと。長期休暇をあんな 2,3 ヶ月とか取れるの人生でもうないからね。働き方にもよるけど大体ないんじゃないかな。なので長期休暇はもう思いっきり遊ぶですね。一人でいるのが好きなのにふと寂しくて孤独を感じる時があります。けいちゃんはそんな時ありますか？ありますよ。とってもあります。みんなあるんじゃないでしょうか。そう、私東京っていう曲の中でも書いてたりとか、グースハウスのねつなぐ人っていう曲があって、それの歌詞を書いているんですけど、つなぐ人の歌詞の冒頭でも書いたりしてるんだけど、人って本当には痛みを分かち合えたりはしないしっていう意味ではとても孤独だと思うんですよね。友達にはまた友達がいるし、ふとこう自分のことを今この瞬間考えてくれてる人っているのかなって思うとすごく孤独になるみたいな、そういう気持ちすごくわかるんですけど、そういう風に感じている自分も楽しむみたいななんかそんくらいの気持ちでいたらいいんじゃないかな。What made you want to study English? I had to because I moved to the US when I was little and I went to a public school there, so I just had to learn English and I'm grateful for that. なぜマンホールにハマったんですか？別に何のデザインもないただの鉄でいいわけじゃないですか。なのにそこにあんな細かい美しいデザインを彫るっていう、なんかそこにすごくロマンという美しさを感じたからです。今ハマってる YouTuber3 人、見る前に飛べっていうチャンネル名のゆうくんっていうね2歳の男の子と75歳のおじいちゃんの日々を毎日アップしている YouTube と、レインボーさん、芸人のねレインボーさんのチャンネルがマジで面白いなと思ってハマってるのと、あとバーシチャンネルさんっていう女性の長距離ドライバーの方のチャンネルがあるんですけど、長距離トラックの運転手の方が普段どうやってサービスエリアとかで夜を越してるかとか知らないことがたくさんで、それ最近見てます。はあ、
失った信用はどう取り戻したらいいでしょうか。好きな人が私のことを信用して話してくれたのに今とても反省しています。なるほど。自分はこういうことをしてしまった。それについて本当に申し訳なく思っていますっていうことをちゃんと誠実に伝えて行動で示していくしかないんですよね。本当にそれの実績を積み重ねるというか。でもう言動とかで示すって言ってしまえば自分が楽になるためというか自分が許してもらうための行動じゃないですか。だからあくまで自分のそういう行動が相手のためになっているのかっていうのを考えながら、でそうじゃないかもって思う場合は少し自分から離れてあげるっていうかスペースを作ってあげることも時には大切かもって思います。歌う時の声量をどうしたら上げられますか？細い声で悩んでます。体格を大きくする、喉を鍛える、筋肉をつける。恋愛は追いたい派？追われたい派？追われたい派なんだけど、いざ追われるとあれってなったりとか、あと気づくと追ってたりしますね。本当に恋愛上手くなりたいです。普段声を使うお仕事なので最近乾燥とかすごいため、けいちゃん流の喉ケアグッズや対策を教えて。これは吸入器なんですけど A&D メディカルさんのこの吸入器はちょっと喉の調子不安だなとか乾燥してるなとか、あと歌う前ライブ前とかライブの前日とか、あと喉を使った日の夜とかに、使っていたりします。あとマスクをして寝ることですかね。 If you could visit a European country, which country would you like to visit first? Actually, I visited Poland, Italy, and Croatia in 2018, I think. So that's 3 years ago. And I liked Croatia the best. おすすめの親孝行を教えてください。一番は一緒に過ごすことだと思います。歌手になってのメリットとデメリットは何ですか？メリットはもう数えきれないほどたくさんありますね。まず自分が好きなことを仕事にできているっていうだけでもうめちゃめちゃメリットだと思うし、それを通して皆さんと出会えたこともすごくメリットだと思います。デメリットっていうか、悩むなとか辛いなとかって思うことがあるとすれば、やっぱり仕事になった瞬間からどうしたら歌い続けられるか、どうしたら求められ続けるかっていうことを考え続けないといけなくなることですかね。第4です。今になって何したいかわからなくなって就職先探せません。どうしたらいいですか？無理して就職することもないと思う。私の周りにもいるんだけど、本当にいやなんとかなるっしょ、死ぬこと以外は怖くないみたいな感じで、お金とか全然なくっても本当好きに生きてる人とか、気づいたら全然違う国にいる人とか、働いてなくてどうにかして食いつないで、どうにかしていろんな人の家転々としながら生きてる人もいるし、本当にいろんな人がいるけど、でもやっぱりある程度お金は稼いでいたいとか、ちょっとなんとなくそういう自由すぎる生活は不安だとかっていうんだったら、どこかしらに就職してみて、やっぱりこういう生活は無理だなって改めて感じることで、そこからこういうことをしたいんだな自分とか、こういうことはしたくないんだな自分っていうことが分かったりすると思うので、そういう自分が好きなこと、あるいは好きじゃないことっていうのを見つけに行くっていうのも全然ありだと思います。付き合って4年目、大好きでしたが先月お互いの夢のために別れました。今もずっと大好きです。このまま好きなままでいいんでしょうか？そういう風に別れたんであれば、多分無理に忘れようとしても絶対忘れられないし、いくら別の人を好きになっても、将来誰かと結婚したとしても、多分その人はずっと好きなままだと思うんだよね、私は大事なままだと思うんですよ。向こうはわからないけどね。それは全然いいと思うよ。やっぱり好きにもたくさんあるっていうか、好きと大事はまた違うし、だから全然好きなままでいいと思いますよ。グースの時の歌い方と今の歌い方で違いはありますか？めちゃめちゃあると思います。グースハウスのイメージって明るい、元気とかエネルギッシュっていう感じだったから、やっぱりそういうのが声で伝わるように口角を上げて歌うっていうのを意識してました。低音をきれいに出す発声方法を教えてください。喉仏を下げる、下の付け根を下げる、で
じゃなくて割とこう丸く筒状に温かい息を出すイメージで、ここら辺が響いてるイメージ。胸骨が響いてるイメージで出すと低い声が出ます。これなくなっちゃったけど取りに行くのめんどくさいから。バイ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 。アーティスト活動だけに限らず、今後の人生でケイちゃんがやってみたいことを聞いてみたいです。小さいことから大きなことまでたくさんあるけども、高3とかの頃から発展途上国の子供たちの人身売買だとか、未成年子供の労働だとか、そういう問題になんかこう興味があったんですよね。なのでそういうゼミに入ってたりもしてたんだけど、問題解決に携わる、ことをしてみたいなとかも思うし、もっと勉強したいなとも思うし、あとポッドキャストを始めたのも、ヤモリさんとかともねいろいろ話していて、発信する立場にある、せっかくねこういう機会をいただいてて、社会の何かしら役に立つこととかをやっていきたいなとかもすごく思うんですよね。環境問題とかね。なのでそういうことも勉強していきたいなってすごく思ってます。で、あとは変わっていくことかな。歌い続けるのが目標って言ったんだけど、一見歌っているっていう状況を守り続けるっていう風にも捉えられるんだけど、でも歌い続けていくためには変わっていかないといけないと思うんですよね。変化っていうのはやっぱりしていきたいなっていう風に思っていて、なので今ねヤモリさんだとかチームみんなでどういう風に変わっていくべきか、変わっていけるかっていうのを常に模索していてですね、前向きな変化に向けて今動き始めています。そして次に出る動画でどんな風に変わっていくかっていうのをお話しするような動画が出ますので、ぜひ見てください。本当にたくさん、質問ありがとうございました。 Thank you for so many questions. I hope you got to know me a little bit better. また Q&A したいと思います。そして11月の13日土曜日に大阪江坂ミューズさんにてワンマンライブ Overtones 2021 Trust You 大阪というライブがあります。2021年おそらくラスト、今のところラストのライブになると思いますので、今年の感謝だとかをたくさん込めた面白い内容にしたいと思ってますので、ぜひ皆さん会いに来てください。あとね、これはまだサンプルなんですけど、今回の大阪ライブに向けてグッズをまた新たに作ったんです。まず Overtones キャップ、見えてる？Overtones って書いてあって、後ろに KT ロゴがあるサコッシュ作りました。 Overtones サコッシュかわいいね。 Overtones フリーズ、これはパーカーだね。プルオーバーね、黒と白、後ろにバックプリント。 Overtones のアクリルキーホルダーめっちゃ可愛くないですか？ Trust You That You Trust Me のアートワークのクリアの透明のキーホルダー Overtones って書いてある。こっちは新色の赤バージョン。どっちもクリアなの。めっちゃ可愛いよね。あとね、これと同じデザインのタオルもあります。ちょっと今はないんですけど、会場で販売いたしますので楽しみにしていてください。チケットは概要欄にある URL から飛べますので、ぜひぜひゲットして会いに来てください。よろしくお願いします。あとLo-Fi Talk っていうポッドキャストシリーズを始めたので、よかったら動画を見てお悩み相談だとか、こんなことについて話してほしいっていうトピック、ほんと何でもいいです。よければコメント欄にコメントしてもらったりとか、あとツイッターでハッシュタグ Lo-Fi Talk をつけて、つぶやいてくれたら見に行きますので、ぜひ意見くれたらめっちゃ嬉しいです。飲み終わらなかった。やっぱ結構飲んだつもりだけど、やっぱり一人だと時間かかりますね。いやー、早くみんなと飲みたい。結局ね、7月にやったワンマンの一緒に演奏してくれたメンバーともね、打ち上げできてなくってね。そう、このご時世だからね。でも緊急事態宣言も明けましたし、あと私ワクチン2回打ったんですけど、だんだんね、心置きなくお酒を楽しく飲める、そんな日々が戻ってきたらいいなと思います。寒くなってきたので、皆さんほんと体調を崩さないようにね。今日は私の飲みに付き合ってくれてあり
りがとうございました。またやりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。Thank you for your generous support as always. I hope you enjoyed the video and see you in the next video. それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。